初心者は閲覧禁止、儲かる。設定、1月の利益公開。いや、最近ね、再生回数が増えないな、登録者も全然増えないと思って、見返して株を進める人にも言ったんですけど、全然わからないって言われるんですけどね。つまり、結構みんなを置き去りにしてたっていうところが、なんですけど、初心者向けの解説ばっかりやっても、結局僕の成長にならないっていうかな。視聴者の成長にもならない。だから、もう、聞こえのいい、とりあえず聞くだけで儲かった気になったな、でも実際全然増えてない。それでもう満足しちゃう初心者のバカっていうのは全然見なくていい。他のチャンネルがね、たくさん出てきてるので、それに任せといて、僕はどんどんと成長してもっと儲けるようになろう、もっと、資産効率上げようという方向になったんですよね。で、その結果、今週の儲けは、今月は 103,387 円の利益が出ました。また、先週言っていた、魚の種とビッグカメラ、この2つ買えば、上がるでしょうって言ってたら、やっぱり上がりましたね、予想通り。ビッグカメラに関してはもう 4.8% 上がっているので、アルゴリズムがもうすぐね、始動して、そこからすぐ下がったとしても利益は確実なものとなります。魚の種もね、結構ボラティリティが高いんですけど、そこで気づいたんで、アルゴリズムの改良も行いました。で、XD っていうのも決算資料を読めるようになって、僕が寝てる時に自動に設定して適当にそこは1万円設定をしてたら200株ね、約定しちゃってるので、もうちょっと引っ張ればよかったなと思いますね。でも、初めてやったデイトレードで1ヶ月、初月で10万円で取ったっていうのはすごい大満足です。で、毎日10万円を目指すっていうツイッターとかで稼ぐ人がいるんですけど、あれを見てるとね、中を見てると自信を持って取引してるんですよね。じゃあもしね、初心者用になって全く僕が成長せずに、一方で、僕が再生はされないけど、実績を上げていく。で、毎日ね、10万円取ったらすごいよね。1ヶ月で200万円だよ。YouTube の収益で何万回再生もされて、4万とか、僕は最高でも7万円くらいしかもらったことはないんだけど、これをね、10万円で利益、デイトレードで稼ぐっていうんだったら、すごいなって、そっちがいいんじゃないの？楽だし。で、この YouTube もね、正直なんで撮ってるかっていうと、自分の日記の代わりに使ってるんですよね。こんだけ文字にしたんだから、間違いないと。で、書いてる時に、ちょっと抜けを見つけたりして、やっぱこの銘柄違ったのか。いや、ここまで進んだのになっていうのはあります。ということで、今回は、もうね、利益出せれば全然いいやと思って、初心者、もう全然見るなと。そうそう、池早チャンネルにちょっと似てるな。そう、あの人大好きでね。大胆な、サムネイルで、再生回数どうなるかわかんないけど、僕がね、本気で取り組む場にしたがいいので、もう他の人とか気を使ってる場合じゃない。もう数字が全てと思っていきます。じゃあ、儲かる銘柄をやっていきましょうか。証券番号9503の関西電力。コミュニティの人がね、これ持ってるって聞いて、ずっと監視してるんだけど、だらだらずっと下がってきて、やっぱり順張りで上がって、買った方が良かったんじゃないのって僕はずっと思ってて、で、ようやくその転換期が来たんですよね。よし、じゃあここだって。で、関西電力。これは日本の大手電力の会社の一つで、関西地方を中心に電気の送電、発電で小売りとかを行っている。で、加えて情報通信業やエネルギー関連事業などを高く進めている。やっぱり電線を這わせるついでに、光回線ってあれセットじゃないと、セットだとめっちゃ安くなるじゃんっていう相性がいいんですよね。だから電力とインターネット事業っていうのはセットで、かつ利益率も高い。で、急にアメリカっていうとそうでもない。で、ずっとこれはディフェンス銘柄として、配当利回りも 3.5% を上回ってきてるので、これどっちに長期で持っても時間でカバーすることができるし、で、短期だったら、こっちの資産効率が早くなるし、どっちでもいいなと思って、やっぱりそういう銘柄に挑戦した方がいいなと僕は思ったんですよね。で、かつ今回ニュースが出たんですよね。ニューって書いてある ?1 月31日の決算。で、これ要約すると、関西電力は売上の成長を維持しつつも、営業の利益、経常利益っていうのは減少して、市場環境の影響を受けているって書いてある。なんだけど、配当は増額しますよっていうのと、財務健全性は依然評価できるということで、中長期の配当利払いの投資家にとっては魅力的な銘柄となりました。あとは短期的な利益を狙うものとして、この決算っていうのは注目を浴びる。で、どうやらもうそこに投資家の評価っていうのかな、出来高が集まってる、注目が集まってるみたいで、通期業績の情報修正が 25%、単体の経常利益が 6.6% 増と検討、そして市場を上回る実績っていうのが一番大きかったでしょうね。で、これなんだよね。短期的な動きとしては。1週間は、決算の発表した営業日か。今日は2月3
日だから、今日から3営業日までは上昇しやすい。上昇する確率が非常に高いと。でそこで、そうだな。まあ、300株買うかな。で、1週間程度は一服する可能性があるから、一時的な利益確定売りが出るっていうのを予想して、まあ、そこの部分には撤退した方がいいのかな。まあ、そこでアルゴリズム設定が効いてくるんですよね。で、1ヶ月から3ヶ月。まあ、そこまで持つ予定はないんですけど、まあ、チャット GPT がね、予想してくれたんで、横ばいややや上昇すると、もうこれ以上底打ち感があるんじゃないのっていう狙いだった、回答だったので、まあ、確かに間違いじゃないし、僕も同じ意見だ。ということで、最大600株ぐらいを投資して、で、中間で300売るっていうのもいいかなとも思ってます。まあ、どちらかというと短期型。皆さんはどっちなんだろうね。長期型で持つのか。決算の翌日から、まあ、3日目までにちゃんと上がりを確認してから、エントリーするとすぐ含み益になるので、まあ気分がいいしね。じゃあ投資家の心理と売買の動向を見ていこう。ここなんだよね。ここが一番重要な部分。業績がどうこうとか、以前は初心者向けに話していたんだけど、あれって結局買いたい人がいるから株価が上がっていく。人の気持ちで株価が上下するんですよね。だから決算というよりも参加するプレイヤーが動かしている。だから、こういう売買の約定、内訳表をね、見ることで直接人の心理を見るっていう手法を僕は思って、1月で実験して1ヶ月間はまあ、だいぶ勝ったのですよね。で、まあ別にそんな評価してもらわなくてもいいと僕は、まあ、されないって思ってるんですよ。散々僕相手にされなかったんでね。だから2月、もう、ほら、1月ってだいぶ休みが多かったから、じゃあ2月もやって、さらに、もう、ノウハウが詰まっているので、精度が上がって、で、扱う銘柄も金額も増えたんで、今月2週間はよっぽど大きい失敗をしない限りは、どれくらいだいぶ30万円くらいを予定してますね。3倍。まあ、ライブ配信もね、後々やってきて、その時ね、お店大変だから、やっぱデイトレードで稼いでいた方がいいよね。初心者相手にするよりも自分がバンバン稼いでいた方がいいよね。やっぱり実績だよねとかいろいろ変わっていくので、だいぶ喋ったな。で、まず空売り率の比率についてね、機関投資家の動向についていくよ。空売りの比率の現在 40%、これが高いのかっていうと、一般的には高いとされてるんですけど、問題はその変化率なんだよね。変化率、これがだいたい2週間分を見てみる。そうすると、上限が 50%、アッパーが50% なんだよね。っていうことは、まあ、こっから売りをマックス仕掛けたとしても 10% しか、空売りの余地がない。それでどれくらい株価が変動したかっていうと、どれくらいかな。まあ、32日、全然変化してないですね。まあ、時価総額が1兆9132億円あるからなのか。そう、後で分かった。固定株の割合がすごく多いんだな。アルゴリズムはこの時点でもう全部分析は積んでるので、ちょっと今ね、読んでて気づいたな。予想されるシナリオとして、新規投資家の参入が増加する。ほら、決算資料で有名になって、株価が上がった、その理由がニュースとして流れて、より買いたい人が流れてくる。配当利回りも悪くないっていうことで、機関投資家の代わりの比率の水準がもうほとんどアッパー 40% が 50% に近いということで、空売りの返済買い、ショートカバーにより株価の上昇の可能性が十分に考えられるなって僕はもうそれを考慮すると株価は上昇トレンドに傾くというシナリオになるんですよね。で、結論として今下げ圧力が上限に近いことを表している。だから、新規投資家の参入が増加して空売りの返済を余儀なくされる。だから株価は上がる。だから買っといた方がいい。っていうね。で、これでね、空売り率はもうだいぶいっぱいいっぱいなのに、なんでそこの下げトレンドが継続しているかって僕は考えたんですよ。信用買いの返済売りが多いっていうことは、信用の買いが撤退してるんじゃないかな。で、結論言うと、返済売りが多いっていうことは、一部の信用買いしている投資家がポジションを解消しているっていうこと。この赤いところの下の部分だね。信用新規の、ここはちょっと無視できないくらいの割合がいるので、その短期勢がちょっと売ってしまったっていうこと。返済売りっていうのは、信用取引で買った株を売却して決済するっていう、持ってないけど買ったから返さんといけんっていうね。まあ一方で新規の買いっていうのもね、僕みたいな人がどんどん増えているから完全撤退っていうわけではなくて、人の流動っていうかな、抜けていく人もいれば入ってくる人がいる。ましてこの決算の後で良かった。だから入ってくる人が多いので、ちょっとなんで売ったんだろうね。で、現物のフォルダーは 87.5% で信用取引より圧倒的に多い。長期投資家
の、なんていうかな、機関投資家、ガチ舗装っていうのかな。簡単に売られる株ではないっていうね。半導体とか、そういう銘柄に飛びつくと、値幅がすごく厳しくて、待ち構えることができないんですよね。僕そういうのすごく苦手なんですよ、瞬発的に。どちらかというと、家にネズミがちょろって出たらネズミ取り、罠を仕掛けておいて、引っかかるのを待つっていうね。で、しかも今回は、関西電力は時価総額がすごく大きいので、ゆっくり動いていくんですよね。機関投資家がこういっぱい空売りをしてもそんなに動かない。トレンドを変化することはあっても、直接大きく動かすことはないって、僕の感想だね。ここの直近の出来高を見ると、この5日間で、出来高は、5日間の平均っていうかな、上回って、つまりその新規参入者が増加している。これは過去の 50% のカロリー比率の影響が限定的であるっていうことがわかる。わかる本当に。機関投資家が空売りをしたのにもかかわらず株価は下がらなかったっていう。それは新規の参入者がそれ以上いたっていうことを抑えることができてないっていう感じなんですよ。もう下げることってできないんじゃないのって僕は思うし、どうなんでしょうね。空売りの比率と、株価の相関関係、過去の空売りの比率が 50% を超えた時に、株価は一時的に下落して、その後反発する動きが見られました。今回は 40% 水準で下げ止まり傾向が見られて、新規買いが増えてるから、もうここで反発してくるんじゃないのって。じゃあ、投資戦略を考えてみよう。空売りの比率がすごく高いため、ショートカバー、買い戻しを機関投資家が行ってくるでしょう。1700円付近でエントリーして、で、とりあえず、50円から100円ぐらい値上がったら利益確定しようって。100株じゃなくてもね、600株、1000株持ってもいいんじゃないのかなって。なんていうかな、こう上がる理由が分かって幅も想定できるから、今までの僕の100株持っといて優待と配当を 5% じっくり持つっていうものから割と攻めるけど、リスクっていうのを限定した手法っていうのが完成したので、今回、1月の利益になったんだと思うんですよね。で、売るタイミングか。出来高が減少しない限り、買いの勢いは続くんですよね、これ。じゃあ中長期で持つっていうのも全然ありなので、見てみると、増配が60円をしているから、1700円以下の時におしめ買いをするといいんじゃないかな。自分の年金を作るものとして。空売りが解消されて、で、株価が安定したらホールド戦略に移りましょうと。で、3月の権利確定の、配当もらう月ですね。これ以内に持ってればいいんじゃないのかなって。僕は持たないけど。結論、空売り比率が上限に近いため、機関投資家の売り圧力が限度に達しつつあります。で、その結果、1回 50% に機関投資家は試しにやってみたけど、全然株価は抑えることができなかった。ということで、返済買いの買い戻しを余儀なくされるので、株価っていうのは上昇のトレンドに形成されるだろうと。そのため短期的には上昇トレンドの転換を狙って1700円をサポートラインとして買いを検討するのが合理的な戦略だよね。で、なかなか値動きがしないなと思ってこのチャート空売りする割には。それは、不動株が 14%、特定株が 41%、外国が 30% っていうと、未公開株の割合が多いんじゃないのかな？絶対に動かないような持ち株制度とかもある。あとは外部要因も見ていきましょう。みんななんか日経平均とか、業種とかいろいろ見てるけど、自分はとりあえずここだけ見てればいいなと思うんですよ。たくさんの情報を見ても迷う原因になるだけで、その相場の影響がこの銘柄と加算されるのか減算されるのかっていう騰落レシオを利用して上昇銘柄と下落の銘柄の割合を把握して勝ちやすいか負けやすいかっていう騰落レシオっていうのは100以上が上昇の銘柄が多くて相場が過熱気味、買われすぎっていう状態。100未満の、この青色かなの部分は下落銘柄が多くて相場が調整局面、売られすぎっていうところなんだよね。で、現在の市場は短期の一番右の部分では170ぐらい超えてるかな。過熱感が強い。で、中期15日だからその横ね、やや高め。過熱だけど、まだ上がるかもしれんみたいな。そして25日の長期では落ち着いている中立。この一番6日のね、グラデーションを考えると、ちょっと下がってくる、調整してくるんじゃないのかなって僕は思うんで、最長2週間くらい様子を見て、持っていった方がいいんじゃないかなって。関西電力のへの影響っていうのは、この関西電力が今回、高決算を発表しても市場全体の調整で一時的に押し下げられる可能性があると。チャット GPT もね、僕と相意見です。では最終的にこの相場とその関西電力の決算は一緒の方向か違う方向かっていうね。これは短期的な影響
1、2週間としては、市場全体が短期的な調整局面に入る可能性があるなと思うので、減産の要因が高い。つまり、下げ圧力。単体では、銘柄単体だと上げだけど、で、それがどっちに働くかはわからないから、同じタイミングの時に買うのが一番いいですよね。だから、この月曜日に買うかっていうのはやっぱ相場を実際に見てみないとわからない。その時から上がればよくて、で、一時的に下がったんだったら、これは押し目買いだ、絶対だ、と思って買った方がいいですね。で、安くなる可能性が高いから、僕は、昼まで寝てるんで、お昼の状態を見てから買います。中長期の影響、1ヶ月から3ヶ月だね。これは加算要因だな。流れが上昇トレンド、日経が。だったら、関西電力も追従する可能性が高い。機関投資家の空売りが限界水準のためにショートカバーの影響で上昇余地がある。じゃあまとめいこう。短期では、市場全体の過熱感が影響していて、一時的に過熱が調整する可能性があり。なんだけど、中長期だったら、市場全体が上昇局面、4万円超えるか、超えたんだったらぶち抜くみたいなこともあるんで、関西電力に追い風が吹く。短期だったら値上がり益をすぐゲットできるし、長期だったら配当をもらうってどっちでもいいんだな。よし、最後にね、実践といきましょう。関西電力アルゴリズム設定の評価。チャット GPT に相談して、そのチャートの相場とか、信用買いの需要供給、そして、騰落レシオの市場の減産か加算か、そういうのを全部考慮してやってみるとこんな感じかなって。現在が1716円。僕だったら1825円で逆差し値を入れるね。で、損切りラインは 96%。これはね、サポートラインが、損切りラインの1752円。買ってから 4% 下がったっていうことは、やっぱり上昇トレンド失敗、もしくはノイズの可能性がある。振り落としでね。で、念のためその値段は設定しておく。で、トレーディングっていうのは 110%。だいぶ今回は引き伸ばしましたね。ボラティリティっていうのをだいぶ反映させました。この 2% のトレース幅っていうのは、この30日の値幅の合計して割ったもの、平均だよね。1日あたりの平均をかなり正確に計算して、で、2日連続でボラティリティの限度 1.19% を考慮すると2000円突破には数日間の強い買いが必要だなとか、とにかくね、この 2%40 円はだいぶ大きく設定したのかなって。急騰後の反転を過ぎつつ利益を最大化する。で、アラーム設定はこれだね。1800円はアラームが鳴った時に、そろそろこの値段に来るから買い増しをするか、戦略通りの株数を見届けるのかを確認する最終ラインで、1629円はここはなんだっけ、サポートラインだね。ここ終わったらもうまた長期として買うのはいい。でも短期としてはまだ上昇トレンド失敗っていうことになるんで、あんまりないね、そんなことは。で、まとめると戦略としては妥当で、設定はおおむね適切とされています。リスク管理もできているけど、2000円の目標はやや強気なので、部分利益確定を検討するのが安全でしょうと、チャット GPT は言ってますね。出来高と空売りの比率を毎日チェックして、上昇の勢いを見極めることが重要と。確かにそうだね。じゃあ次の銘柄は、証券番号3064のモノタロウ。すごいね、英語。モノタロウ。LO。はい。モノタロウは、決算が出てて、モノタロウの今期の計上は 15% 増で16期最高利益で12円の増配もしている。で、チャートの影響としては大きく反転して2752円まで上昇した。で、次の2882円を超えるかっていう展開になるね。で、そこを越すんだったら直近でそれより高く持ってる人がいないから不安で売りたがる人っていうのはそうそういないんですよね。ということで上昇トレンドに大手がかかるんじゃないかなってチャートを見たとき思いました。で、今回の決算が株価に与える影響っていうのも見て、これはちょっとね、わかるな。決算の内容はポジティブで短期的には上昇トレンドが続く可能性があるな。どれくらいって1ヶ月以内は買いは優勢とされている。増配の発表もあって、株価上昇した支えの支援材料となる。で、3ヶ月以上ってなると、決算はあまりもう関係なくなってくる。で、PR の高さが懸念されたりとか、広告費の増加が利益を圧迫しないかを要チェックするとか、その決算で株価を予想するものからも3ヶ月っていうのはもうそういうものじゃない。外部要因が市場に大きくなるし、変動のリスクっていうのはすごく多いんだから、もう最長でもそうだね、2週間以内で決着をつけるというのがここ最近の僕のトレードですね。で、結論、今エントリーすべきかっていうと、空売りの比率が高いことを考えると、
間投資家のこれね、買い戻しのショートカバーが発生すれば急騰する。まあ、それを見越して僕は買おうかなと。投資家の投資家の心理みんなどうやって思うか。これ見てすごいんだよね。やばいね。これ、空売り率の 62% って見たことないね。こんな押してんのって。めっちゃ下げ圧力あるじゃん。なのに、この上げ、買うかの上げはどうだなんなのこれ絶対2882円超えるじゃんって思うよね。機関投資家がこんなのを知ってる人、一般層でこんな空売りの比率分かってる人って、そうほとんどいないんだよね。で、5日間平均でも空売り率が 50% を超えて、空売りの新規ポジションが増加している。つまり、僕も新規で買おうとしているから、ここだね。赤の薄いところ。これが新規買いで、これが増えてきてる。で、過去のデータから見ても、50% 空売り比率がそれを超えると、機関投資家の買い戻し、ショートカバーで急騰する株価が上がるっていうね。短期で踏み上げの上昇になる可能性があるな。で、問題はこの機関投資家が売りを解消しなければいけないって言うけど、実際に1月27日 25% まで減ってきてるから、割とアクティブにお金が動いてるね。だから上がるんじゃないのって。で、現物ホルダーの動向は 30.1% が、売買の比率はね、で、つまり、個人投資家の新規買いっていうのは増えてきてる。だから、もう上がるんだっていう人たち、僕みたいな人が増えてきてるってことでね、さすがだよね、プロの投資家。やっぱ初心者ってこっから後手に回っていくし、なんで上がったかもわかんないし、揺さぶりかけて下げた時に、間違いだったみたいなギャンブル、パチンカスやろうとね、変わんないんだよね。それをね、言わないんだもんね、その投資チャンネルって。だから自分で分析しないといけないなと思ったんで自分でやってるんですよね。で、その結果10万円になって、もっと金額とか銘柄増えたら、金額上がるなって思って面白くなってきたよね。まあ後で言うんですけど、テスタさんの100億円、あれも本読んだんですよね。その結果も、最後に話してます、感想を。で、信用の買いが増加して、信用の買いの返済売りが利益確定が増加した。で、まあ僕みたいに短期税が利益確定に走る可能性はあるけど、新規で買ってくる人たちがいるからトレンド継続っていうのは十分可能です。空売りがこれだけ高くても、上昇トレンドが上がってる。ここまで高くしても上昇を阻止していないので、もう機関投資家はショートをするしかない。返済買いをするしかない。だから上がるしか道はないんだ。ここは買いだ。じゃあこの相場が騰落レシオを見ての相場ね。これがモノタロウの影響をどう与えるか。で、プラスの要因としては、市場の全体が、強気になってるから上がりやすいんじゃないかなって。短期的に資金の流入が続きやすい状態。どうだろう ?2 日3日ぐらい続くかな。買い意欲が高くて、個別銘柄にも影響が波及している。で、出来高が増えてきてるっていうこともあって、機関投資家の関心が高まっている。で、機関投資家、あれは一枚岩じゃないから上がっちゃうんだよね。はい。じゃあまとめようか。市場全体は強くて、モノタロウにとって追い風の状態です。短期的には利益確定の売りが入りやすいから、トレーディングストップっていうのかな。アルゴリズムの設定は必須だ。で、長期的には上昇余地があるけど、それは決算とはあまり関係ない要因となってくるから、やっぱりファンダメンタルと、このテクニカルが通用するっていうのは決算を発表した、ニュースが発表された1、2週間前後なんだよね。そこで決着をするとリスクをかなり抑えることができる。リスクの要因は、短期的な過熱感があるから、一時的な利益確定があるから、買った瞬間に相場が下がったら逆のものとは一時的に下がる可能性はあると。買うか買わないかなんだよね。アルゴリズム設定に行きます。現状のボラティリティを計算すると、モノタロウは結構上限、ボラティリティの幅が大きくてね、チャット GPT と意見が割れるんですよね。1日、ボラティリティの幅は 2.06% なんだよね。このアルゴリズム設定は堅実なトレード戦略として有効かなって。ただし、損切りのラインが浅いって言われていて、で、チャット GPT はこれ 4.5% の130円の幅にした方がいいんじゃないのって。損切りのラインは2760円。5%、だいぶ大きく取ったんですよ。損切りラインが浅すぎるって言われたので、確かにそのボラティリティが1日に 2.06% 移動するので、3日間下げ続けたら振り落とされるなって。だからちょっと損切りは大きめにしてます。で、トレーディングストップ。これが 3.5%。ここはちょっと譲れなかったなって。4.5% 結構下がるよね。下げを譲ってるよね。そこでも利益確定してもいいでしょう。で、トレーディング。これは3050円突破してから、なんていうかな、配当金が 1% がほとんど期待できないので、短期でね、決着つけたいなって僕は思う。で、結論としてアルゴリズムのこの設定は、堅実な短期トレード向けで、
右のチャット GPT がこう提案したやつだと利益最大化が狙えるされるんですけど、いや僕は左がいいかなって。で、迷ったので、100株かな ?200 株かなわかんないけど、半分ずつ使って同じその設定を変えようかなって思ってます。でもスイングトレードになるとか、なんかこう規約、ルール違反になってこう、警告が来る時があるんですよね。大丈夫かなまあいいや。アクションプラン、もう一回確認しよう。損切りのラインを 95% の2760円に設定して、トレーディングストップを、3.5% 107円で、目標の株価を、3050円以上に設定する。そうすることで自動で、数を心配しなくてもいい。この調整で2週間最長ね、運用時のリスクを抑えつつ、利益を伸ばせる戦略に最適化できるということになりました。はい、皆さんお疲れ様でした。この2つの銘柄はどうだったかな？僕はこの銘柄、2つとも儲かると思ってたくさんの銘柄からね、選んで選定してるからやっていくね。買っていく。みんながこうどう思うと。コメントないしね。アルゴリズム設定、これはね、改良を行いました。ボラティリティの計算を反映させたことで、より現実的な数字になってきた。なんだろう、こう、一律に買ったら何%っていう設定してたけど、相場感とか銘柄の癖とか、やっぱりボラティリティを反映させた方がいいっていうことに気がついたんですよね。まあ、これを見て真似る人いるのかなとは思うけど、まあ正直そんなことはどうでもいいと。結局、その投資って自分が理解して実践して利益を出せるか、これが全て、ね、勝たなきゃゴミだ誰か言ってたな。他の他人に教えるよりも、まず自分が結果を出すこと、ね、これが一番の目的にしています。なんかこう、教えてるけど、お金そんなに持ってない。1000万持ってないっていう、まあ僕の感じなんで、やっぱり実績が一番でしょうねって。で、リクエストは大歓迎です。応援したい、知りたいっていう人は、こうコメントしてくれると、大体答えようにしてます。まあコメント少ないんでね。で、リクエストがあればコメントください。まあこんな感じで突き進んでいこうかなと。で、まとめいくと、投資の利益を最優先にする方針にした。で、1月の利益は10万円。で、ね、これ毎日10万円だと200万円狙えるって。で、初心者はもう、いいかなって、受け付けないかなって。で、アルゴリズムをさらに進化させた。ボラティリティを反映させた。で、応援リクエストっていうのは歓迎です。でもまあ基本的には、応援されないし、なんか無反応なんで、もう自分でいいやって思ってます。最後にそのテスタさんがこう漫画本を出したんですよね。で、だいぶこう意気込んで、毎日1時間じっくり1ヶ月ぐらい読んでいこうと思って買ってみたんですけど、本当がっかりですね。割とその初心者、動詞が欠かせない時代、始めたいならこの一冊、これを見てなかった。本当に初心者向けで、なんで板がこんな感じになった、この時に買いだ、売りだとか、そんなことは書いてなかった。いや、テスタさんじゃなくても良くないっていう話だったんですよね。投資に、お金に困って投資をし始めるとか、ゲームのように楽しめばいいって、これは分かったけど、でも僕のレベルのね、中級者、上級者の投資家からしてみれば、全然その初級者すぎて、もう買わなかったらよかったなって。もうなんだろう。どれくらい ?1 時間ぐらいでもう全部ね、パパって見てみて、全然役立たないじゃんって思っちゃいましたね。いやー、ショック。結局教えてくれないんですよね。儲けるって、そんな簡単に、確かにツイッターでね、儲けてる人って自慢はするけど、儲け方はなかなか教えてくれないんですよね。僕がそのうち儲け出して、毎月100万円くらい利益出して、で、そしたら別にYouTube を勉強することもないのかな？完成形に近づいたってことなんで、もう投稿もね、別に見る人いなかったらやめようかなと思ってます。もうほとんどね、趣味みたいなものなんで、生活がかかって YouTube をやるっていうのは全然違うんで、利益を出す自分のメモの代わりにやってるからね。というわけで、お疲れ様です。僕のモチベーションのため、いいね、コメントしてくれると助かる。本当にモチベーションになります。もしこれがなかったらもうやめちゃおうかなって思っちゃう。それでは遊びも仕事も全力でやっていきましょう。それではまた来週かな。次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。